お鍋の中でこう広がってですね、でこれ 1.7 キロって書いてある白田って我々は言うんですけれども、経木が濡れてるかどうかをまずチェックしてください。サザエさん、強盗にあって泥棒がやってきてこうやって持ってるわけですよ。でその包丁です。ようこそお越しくださいました。今日はですね、下関から大きな磨きフグというのがやってまいりました。箱に詰めて入ってくる、そういうフグです。でその磨きフグがやってきた時に一番最初にどうするかというそのお話をしたいと思います。フグ処理師の受験内容にも若干参考になることが入った内容になりました。宣伝です。銀座姿ではこの動画で説明している前処理を全て終えた天然トラフグの業務用の切り身を販売しております。料理店の方や私と同じような大物に挑戦してみたい方、ぜひ、購入してみてください。詳しくは概要欄をご覧ください。この動画の内容です。道具はこれだけ用意してください。箱の中にこれだけ入っています。では包丁を使ってみましょう。せっかくですから難関に挑戦してみましょう。3番の続きから4番はですね、パート2をご覧になってください。でまずですね、包丁を用意していただきたいんですが、出刃包丁の中でも一番安い黒いでしょ、サザエさんのね、だいたい毎月1遍ぐらいサザエさん強盗にあって泥棒がやってきてこうやって持ってるわけですよ。でその包丁です。フグっていう魚はですね、とにかく刃こぼれがしやすいんです。で今日の説明のためにですね、ちょっとこんなもん持ってきました。これはねもっと古いんですよ。これ私が40歳の時かなに作ったフグ提灯なんです。割とフグの骨って魚の中で同じ大きさの魚にしては柔らかいんです。で柔らかいんだけどガッツンガッツン叩いたり、それからくっつけたまま横にガリガリってやったりですね、そういう動作が非常にさばいてる間に多くなります。なのでせっかくのいい包丁買ってきてやっとできたって後に自分の包丁が刃こぼれしてるのみんなもうしょげると思うので、どうでもいいような包丁をまず1本用意してください。これからお見せするフグのそうですね3分の1ぐらいの大きさがやってくるんじゃないかと思うので、そのぐらいであればそんなに大きくない包丁、こういうご家庭の包丁このぐらいの長さですよね。このぐらいの包丁でも使えると思います。そして力が本当にガンガンガンって叩く動作がありますので、もうこういうの使っちゃってください。こういうのであるとかこういう道具ですね。もうこういうのでやる機会多分あると思うんですよね。もう魚をさばくというよりもほぼ工作のような時間が出てきます。今日のフグなんですが、下関のこれ平越さん、下関の仲買の中でも結構大きな一番大きなところの部類の仲買さん、仲卸さんなんですけど、これ 1.7 キロって書いてあるんですね。で 1.7 キロっていうのはこれでこの説明でこれ持ってきたかったんですよね。このフグっていう魚をさばく時ですね、食べられるところだけを残した量っていうのが残るわけで、それをこの磨きの中で磨きにしているんですけれども、だいたい 60% ぐらい食べられるところが残ります。なのでこのフグ、私が自分で作ったフグ提灯なんですけれども、このフグの大きさが確かね重さが 3.4 キロあったんですよ。
で、3.4 キロかける、0.6 だから、こうしてああして、まあ、算数ちょっと苦手なんで、すいません。で、それよりはちょっと小さいぐらいの磨きが来たよと。まあまあでっかいですよね。そういうやつが来てます。ではちょっと開けてみましょうね。よっ。開けてみて、この、外についているこの紙は青紙って言って、マグロとかでも使ってますよね。こういう紙使ってます。少し防水性のある紙。で、真ん中に入ってるこれ、経木って言います。いい感じに水気を取ってくれて、それでフグの身がそのまま運ぶのに適してるっていうんで、未だに使われてる、そういうもんなんですが、その木をこう薄く削った、そういう、本当に木材なんですよね。で、なんでこれ説明してるかと申しますので、経木が濡れてるかどうかをまずチェックしてください。で、経木が濡れているときは、この後でもって話をしますけれども、まず先、品物を見ましょうね。お。こういう。で、こういう形で送られてきます。でかいな。ありがとうございます。大きかったです。それで、この部分が胴体でしょ。で、せっかくだから天井を広げて、この頭の下に敷いてある経木、これ濡れてますね。これが経木が濡れた状態で、こっちが経木が乾いた状態ですね。で、何が言いたいかっていうとね、この身をくるんでいた経木が、これ下の側がこうやってやっぱ濡れてるんです。で、これ運ばれてくる間に脱水も兼ねて、それで経木なので、経木がもうぐちょぐちょに濡れてる時ってあるんですよ。で、経木が濡れていた時はですね、こう拭き取りが必要だと。で、経木が濡れてない場合、こう触ってもしっとりとした感じのね、こういた感じには美味しそうだなっていうような光り方をしているような時は、これは何もする必要がないです。で、濡れてた時にどうしたらいいかっていうと、布巾でね、拭き取ってあげる。こういうね、布巾で。で、こういう感じで軽く拭き取るだけで十分です。で、語弊があるのを覚悟した上でですね、申し上げるんですが、磨きフグの場合のその身の部分をフグ刺しに使いたい時は、この身の部分は洗わないでください。ね、衛生関連の面からもすごく皆さん洗いたいんですよ。だから、そもそもこういう箱に入ってきてるのがなんでっていうところから始まってしまうと思うんですが、これでまず完成してるんだと思っていてくださるとありがたいです。100歩譲ってもうやっぱり洗いたいんだっていうような場合はですね、こういうね、アルコールの除菌のこういったものを使って、で、こう、乗せてあげるって、ゴシゴシしちゃダメ、ゴシゴシは。何を気にしてるかと申しますとね、これ、フグって海に泳いでる魚でしょ。で、その海に泳いでる魚が、身の部分が真水に当たると、真水をすぐ吸い込んじゃうんです。で、出来上がったせっかくのフグ刺しが、なんていうんですかね、白田って我々は言うんですけども、
一緒についてるからちょうどいいな。こう、本当にこんな風にして曇っちゃうんです。真っ白けに。で、包丁を当てても、それこそこう、ちぎれる、こうね、切れるんじゃなくて、ブジョーってこう、ちぎれるみたいになってしまう。当然、歯触りもすごく悪いですし、なので、そういうふうなことを考えて、ふぐ刺しに引きたかったときは、洗わないでください。お鍋の時はもう洗っていいですよ。もう、だってお鍋水だけじゃないですか。もうお鍋に入れる前にもうお鍋がお湯なんですから。だから、その、ふぐ刺しを作りたいという方だけ、この来た、磨きの身を洗わないでくださいというのが、まず最初のお題です。で、どんどん行きましょうね。中に入ってるもの出してくれて。これ、頭ですね。もう、これが、大体同じような大きさですね。やっぱこのぐらいあるわけです。あったわけですね。で、それから、これがね、皮です。で、フグの皮には、3種類の皮がついてるんですね。で、これの中には外の皮と真ん中の皮が入ってます。で、一番内側の皮はね、この身の周りについてこれを身皮って言うんですよ。で、この部分の3つが、これが皮です。で、それから次にそれから、アラの中に頭も入ってますからね。頭とこのカマって言われる部分なんですが、こうなんでも思っちゃうか。こうあってですね。こうあってでしょ。で、ここが上で、この下の部分がこうついてる。この部分がカマって言われる部分です。鮭で焼くと私も大好物なんですが、特にね、昭和の人はカマ、この部分ですね。この顎のこの部分ね。綺麗じゃない部分ですが、あの部分を塩焼きにすると最高に美味しいですよね。ああいう、もうフグも、魚大概カマは最高にうまいです。で、フグだけについているもう一個の、これ、くちばしなんですよ。で、大概、一般の方が磨きで取った時、この部分どうするかなっていうのですごい悪戦苦闘すると思うんです。これどこかと、こう見せる。ここです。ここ、口。ね。別に私がフグをさばいている動画、この辺で、こうかな。全部、こう並べて出すつもりなんですけれども、はい、この一番最初にフグのさばき方の中で、フグをさばくときに一番最初に切り落としてる部分、それがここなんですね。で、これだけ全部この箱の中に入って空になりました。この刺身にしようと思ったこの部分ですね。で、刺身のためのその切り身の作り方とか柵の作り方とかっていうのはちょっと今日は話しませんけども、フグの中でね、一番こう出来上がったフグのこの中で一番最初に傷んでくるのがこの皮なんです。というわけでここの部分を取るんですけど、ここがね一番硬いんですよ。で、先ほど申し上げて出してきたこいつだとかを使うシーンの実はそこにあります。下関でやっていて、私が物心ついた時にはこれで来てたので、磨きの中についてるこの部分のこのヒレだけがついてくるようになってます。で、フグはご覧の通りこのね胸びれと、それからこれがここについてますね。で、この尻びれと背びれが、だから磨きで買うと下関の磨きはこの残り4枚入ってません。で、残り4枚入ってないって、そのヒレ欲しい時はどうするかっていうと、買うんですね。で、そういう形でフグのヒレだけが流通してるであるとか、
フグの皮だけが流通しているというのもあります。よいしょ。これからはその部分だけ切っていくわけですが、フグを使う時に水で濡らさないでくださいとここ言いましたけれども、まな板がね乾いたまな板に濡れたフグを置かれたらもう匂いが残っちゃって大変じゃないですか。なのでまな板だけは最低限濡らします。でそんなわけで濡れたフグを置きたくないから、ここに競技紙入れたんですけども、ちょっと待ってくださいね。場所を作ります。ここですね。ここを切り落とします。で、普通にこの我々が使ってるこの出刃をこのぐらいの大きさになっても私の力でも切れるかな。こうね、プロがこうドーンとやるわけです。ただしプロだって痛いですよこれ。で痛いし、ご家庭である包丁って大概峰がどんなに厚くてもせいぜいこのぐらいじゃないですか。でこのぐらいのね峰の包丁をここに当ててこんなことやったら怪我します。絶対ここにこう赤く今日やってやりましたってここ赤くついててで次の日になった青くなってその後紫色になってなりますので、ここを落とす時はですねもう最初からガーンって普通にやるつもりでいらしてください。で切り落とします。でこういう感じで、フグ試験で東京都のフグ試験でフグをさばく時このねこの部分を切り取っているんですよね。ただこの部分切り取るとうぐいす肉って言われまして、こう、切ってみますけどね。中に何が入ってるか分かってるんで私はどんどんいっちゃってますけれども、出来上がった身はこんな感じ。こんな感じ。ね、で、この子のこことこことがこのお鍋の中でこう広がってですね、鳥がこうなってるみたいに仕上がるので、この紡錘型の部分をうぐいす肉って呼ぶんですが、両サイドはですね、ここの尻びれのこの両側に尻びれを動かすための筋肉がうぐいす肉って言うんですけども、この部分難しかったらね、ふぐ刺し引く時にここ上からバーってこのうぐいす肉のこの上身も一緒こたバーって切っちゃってもらって構いません。でお鍋入ればその方が美味しかったりします。うぐいす肉だけで召し上がるよりもね、この真ん中にピッてこう入ってるの中落ちっていうんですけど、この中の一部分としてこう入れてグツグツ煮で食べちゃった方が美味しかったりします。で身に関してはここまで出来上がりです。この後はもうねやりやすいものから順々にいっちゃって構わないですが、何度も申し上げますけども、フグってすごい匂いがきつい魚なんですね。タイもねアラなんて結構匂いますよね。ただフグの匂い方に比べたらまだまだっていうそういう種類の魚なので、プラスチックのまな板がご家庭にある場合はそのプラスチックのまな板のよく洗うつもりで使っていただいていいんですが、木のまな板の時はしょっちゅう濡らしてます。この中にフグの匂いが入り込まないように。なので私の他の動画でもあれっていうぐらいまな板が濡れてるんですけど、それまな板の臭み防止で濡らしている場合がほとんどです。で順々にいきましょう。